前回のね、麻布十番に行ったついでに六本木まで歩いてみたので、その様子をご紹介したいと思います。六本木ヒルズが見えますね。ここから、歩いて5分程度のところに六本木があります。六本木のメイン通りまで、来ました。これね、時間帯として土曜日のね、8時ぐらいなんですけどね、もう全然人がいないですね。で、休業中のお店とかね、人がいない飲食店とかっていうのもかなり目立ちましたね。でも、ほんとここね、多分六本木の中でも、最も混雑している場所の一つだと思うんですけど、全く人がいません。驚きです。でね、ここの交差点からですね、東京タワーがね、見えるんですね。で、この日はちょっと特別な色でして、ちょっと意味が、なんかの意味があると思うんですけど、ちょっとわかんないですけどね、通常と違う色の、イルミネーションになっていました。この辺りっていうのはね、クラブとかライブハウスみたいなのがあるところなんですけどね、やはりね、人はいないですね。で、こっちで、六本木交差点方面に向かってみたいと思います。で、右手にあるのがですね、ドン・キホーテですね。結構ね、芸能人とかもね、ここを使っているっていう噂もありますけどね。ここも、ポツポツいるものの、普段のにぎわいは全くありませんね。で全然関係ないですけどね、この向かい側にね、レッドドラゴンっていう AV 女優専門のキャバクラがありまして、3月まではね、営業してたみたいなんですけど、4月1日から、臨時休業っていうことで、お休みしているようですね。この先にですね、クラブがね、何軒かあるんですけどね、一応ね、営業はしているように見えますね。ただ人がいるのかどうかっていうのはちょっとわからないですけどね。で、おなじみのですね、黒人の客引きさんも、何人か、発見しました。で、ポツポツ歩いてはいるんですけど、なんでしょうね、この方たちは何をしてるんでしょうかね。住んでる方なのかな。人のこと言えないんですけどね、あんまり出歩いててもやることないんじゃないかなっていう気がしますけどね。
ここ六本木交差点なんですけどね、一番おそらく六本木に人が、多い場所と思われるんですが、ご覧の通りもう閑散としております。駅前なんですけどね、こんな状態です。で、交差点を渡りまして、反対側行きますね。で、反対側ね、ミッドタウンっていうのがありますので、そっちの方向に向かってみたいと思います。こちら側も飲食店とかがあって、それなりに人はいるはずなんですが、やはり、ポツポツとしかいないという状況ですね。東京ミッドタウンの前まで来ました。六本木の中では、比較的ね、新しい建物の中の一つなんですけどね、有名企業とかがね、いっぱい入っているところになっています。で、ここの、1階にですね、いわゆるナンパバー的な、普通のバーなんですけど、なんかナンパもしちゃってるみたいなバーがあるんですが、そこもですね、休業中という形で、やっていません。余談になりますけどね、昔元スマップの草薙剛がね、全裸で逮捕されたところっていうのがここの裏にある公園なんですね。で、ミッドタウンにね、コナミとかね、フジゼロックスとか、富士フィルムとかかな、の、本社がね、入っています。かなりね、憧れの場所っていうイメージが強いですけどね。実際すごいおしゃれですよね、綺麗だしね。で、ついでだったんでね、不動産屋さんで、家賃相場とか見てみたんですけど、7、8万ぐらいの部屋もあったりするので、麻布十番よりは少し安い物件もあるのかなっていうところですね。ただやっぱりね、2、30万の、家賃のタワーマンション的なものもいっぱいあるので、結構ピンキリなんじゃないかなっていう印象ですね。
はい、といった具合でですね、もう全然人いませんので、これじゃもうね、ナンパも何も出会いもないでしょうし、何もできないんじゃないかなと思うので、若者の方たちもね、ちょっとね、しばらく自宅でおとなしくしていただければなという思いでおります。